皆さんこんにちは。福田バイ高弘佐藤のデザイナー佐藤孝弘です。今日は人形浄瑠璃文楽の崎寿太夫さんにお越しいただいております。崎寿さん、ご紹介の方よろしくお願いいたします。人形浄瑠璃文楽の太夫、豊竹崎寿太夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この動画は口伝の提供でお送りいたします。じゃあ、まずは、じゃあ人形浄瑠璃というふうに今お話が出たんですけども、僕も今、この間初めて国立劇場の方で観劇をさせていただいたりとか、あと小説の方でちょっと崎さんに監修をこれからしていただくんですけども、ちょっとエンターテインメントに義太夫節を入れたいっていうことで、ちょっときっかけでお知り合いさせていただいて、服の方も気に入っていただいて、今回いろいろとコラボレーションをさせていただくことになりました。まずは、海外の方とか、それからお客様に人形浄瑠璃、文楽って呼ばれているものをちょっとご紹介したいなと思って、今回この動画をさせていただきます。崎さん、人形浄瑠璃と文楽って今お話があったんですけども、あとは太夫っていうところもあるんですが、ここら辺ちょっと海外の方も多くて知らないことが多いので、人形浄瑠璃だったり文楽の違いだったりとか、その歴史とかどういうものかをちょっと説明いただけますでしょうか。よろしくお願いします。人形浄瑠璃という芸能のジャンルになるんですけれども、同じような芸能では能歌舞伎ございまして、お能が一番古い芸能ではありますが、歌舞伎とこの人形浄瑠璃っていうのがほとんど同世代ぐらいの芸能なんですね。で、江戸時代の元禄時代に隆盛をお互いに誇った芸能でありまして、でその頃に人形浄瑠璃という芸能が完成したというふうに言われています。でこの人形浄瑠璃という芸能の中の現在プロの団体としてやっている一座、これが文楽座というものになりまして、そこで文楽って名前。そうなんです。人形浄瑠璃文楽というふうに言われていますが、人形浄瑠璃という芸能の文楽座の人間がやっている芸能ということで、文楽というふうに言われていますね。なかなか最初僕も調べた時に、人形浄瑠璃が正なのか、文楽が正なのか、それとも格があって上が下かってちょっと分かんなくて、今日ご紹介する時もちょっとどもったのが、まだその迷いがちょっとある感じだったんで、多分僕以外の方もそうですね、詳しく分からないこともあるんです。じゃあ人形浄瑠璃っていうものがベースというか、演劇の種目みたいなものがあって、その中で活躍されている今主たる一座というのが文楽の流れを組む皆様というようなイメージですかね。なのでその人形浄瑠璃という芸能でも全国に今もたくさんの一座の方がいらっしゃって、大阪にももちろん文楽以外にもありますし、淡路とか熊本とか長野県とか、今度熊本県のここは清和文楽っていうところなんですけど、ここは今度ワンピースをやられる、地元なんでね、ワンピースの小田栄一郎さんにやられるそうですけれど、そういうふうに全国にいろんな人形浄瑠璃の一座がある中の大阪で、育った一座、これが文楽座ですね。崎寿さんが今、所属というか、そういうふうに弟子入りされているところっていうのをちょっとご紹介いただけますか。私の仕事は太夫という仕事をしていまして、人形浄瑠璃というものはこの人形と浄瑠璃っていう言葉があるんですけれども、まずこの浄瑠璃というものがありまして、浄瑠璃は物語を語る太夫、私の仕事と、太棹の三味線を弾く三味線弾きという人がいまして、でこの太夫と三味線が物語を、浄瑠璃という種類の物語を語ります。で、そこに人形使いの人が正面の舞台で人形を使うという形ですね。なのでそのアニメーションの
現場でアテレコをしているような、そういうイメージを持っていただければいいかなと思います。僕もこの間見させていただいて、その時は勝田川蓮氏がランナーです、結構ピーキーな女の子と、その年の離れた、こう恋の話というか、ちょっともう悲しい結末があるんですけど、見た時に、崎田さんが出られて、あと三味線があって、ナレーションとか、そのセリフをやっぱり一人で何人もやられたりとか、あとは BGM だったりとか、その効果音みたいなものは、なんか三味線さんが三味線の方がやられてたりとか、あとは人形も本当に1体を3人のお人でこうやってて見てたんですけど、だんだんこうのめり込んでくると、こうあんまりその人形以外が見えなくなってくるって、すごい不思議な経験をしてて、これちょっとその昔のその大阪の町人の方たちが楽しんだ、そのザ・エンターテインメントってそういうことなのかなってちょっと思いました。そういうじゃ太夫っていうところで役割をやられてる。基本的に一人で物語を語るというのがこの太夫の仕事で、もともとは琵琶法師というところが発端なんです。そうなんです。琵琶法師の人たちっていうのは平家物語、平家の物語を琵琶で、いろんなところで盲目の琵琶の法師の人が語り継いでいたというところから始まっているので、基本的にこの一人で物語をナレーションからいろんな登場人物、老若男女全ての登場人物を語り分けて、かつ琵琶から三味線に移りまして、時代のこの変遷で三味線と太夫というふうに分かれまして、で、そういうふうに義太夫節という節の名前ですけれども、独特ですよね。これを語ります。かっこいいですよね、またね。ありがとうございます。字幕を見たらいいのか、劇場にね字幕が出てきてるんですけど、できればこれ見ないでこっちに堪能したんですけど、ちらっと字幕見ると、なんかすごくかっこいいんで、字幕を見ながら、覚えたいなと思いました。じゃあ逆にですね、そうしましたら、崎田さんお若いじゃないですか。今いくつなんですか？33になりまして。まだやっぱり業界の中ではすごく若いと思うんですけど、そうですね。なぜこの世界に足を入れて、そしてどういうところを魅力となっていらっしゃるんですか？先ほど大阪で育った芸能というふうに申したんですけども、大阪の南というふうに言ったら分かっていただけるかなと思うんですが、難波とか日本橋とか、もともとは天王寺というところで生まれた竹本義太夫という人が、竹本座というものを作って広めた、そういう芸能で、今の道頓堀に竹本座というものを作ったんですね。でそのまま大阪で次第に育っていった芸能で、その近くで生まれたんです。じゃあ生まれもそこら辺の地元だったんですね。もうまさしく地元ど真ん中のところで生まれて、でその今の国立文楽劇場が大阪にあるんですけれど、文楽劇場がすごく近くに実家がありまして、で小さい時からその文楽というものを知っていたんですね。で文楽劇場では夏休みに親子劇場というもので、そんななんか子供向けもあるんですね。あるんです。普段の曽根崎真珠とかそういうものではなくて、ちょっと小学生の曽根崎真珠は早いですもんね。西遊記とか、西遊記なんてあるんですか？あるんですよ。人形もあるんですか？あるんです。孫悟空の人形があってですね。すごい。とかこの間は売り子姫をやりましたけれど、そういう童話とかで完全新作のものとかもやったりしますし、そういうお子さんが見ても楽しめるものを夏休みにやるんです。でそれは小さい頃から見ていって親に連れられて見ていたんです。小さい頃から慣れ親しんだものだったんですね。だからその変な話が伝統芸能と思っていなくて、小さい頃もう地元の人形劇だと思ってたんです。ありますよね。ちっちゃい頃僕も小学校なんか近くのなんか市民会館に人形劇見に行きますね。でもそういう感覚で行けたので、それがめっちゃ昔から続く伝統。全然知らなかったんですよね。でそれでその通っていた小学校でちょうどその自分が小学校5年生ぐらいの時にゆとり教育が始まりました。ゆとり教育。でその時にゆとり教育で
総合学習っていう授業が追加されたんですね。で総合学習はどうやらその学校ごとに自由にカリキュラムを組み立てられるようで、自分の学校は地元の伝統芸能の人形浄瑠璃文楽をその授業に取り入れようとなったんです。でそれで小学校6年生の時に1年間かけて文楽の実際の演目を児童がやるという。それはあれですか、さっき言った太夫も三味線も人形使いの全部それぞれ分かれて一つの演目を1年間かけて、しかも実際の文楽座の人に教えてもらう。すごいですね、英才教育ですね。はい、やりまして、どうやってその授業のなんでしょうね、その来てもらうことを確約しはったのかわからないですけど、そういうふうに小学校6年生の時にその授業が始まりまして、1期生だったんですね。でその時やった物語が源義経の子供の時の話で、まだ牛若丸名乗ってた時代の時に弁慶と京都の五条橋で出会いまして、2人が戦って弁慶が牛若丸に負けて、これからずっと衆従でいてくださいと、そういう出会いの場面の演目が五条橋の段という演目がありまして、それを1年間かけてやったんです。でその時に太夫を選んだんですよ。はい、の出会いというか、はい、すごいですね、偶然というか本当に偶然の積み重なりという形ですね。で太夫を選びまして、で11月年末に保護者の人と後輩を前に、学習発表会みたいな形で発表会をしまして、その時にその舞台に上がって後輩たちがライト落ちてる中にぼやーっと制服姿の後輩たちがいてて、で保護者の人たちがいてて、その瞬間にああ気持ちいいなと思ったんです。まだやる前からはい、その環境でもう、あっと思ったんです。はい、でそれでもう舞台ってなんて気持ちいいんだろうと思って、入門しました。もうじゃあ緊張とかよりも楽しかった。楽しかったんです。それは運命ですね。はい、でも今あれですね、その1年間通して子どもたちに教えるなんて、そういうその苦労をかけてまでやってくださったから、光景が続いてるってすごいつながりですね。もう自分で言うのもあれですけどなかなかいない最初すぐもうそれで入門したいって言って、親は反対しなかった。親は反対しなかったんですよね。これがまたありがたいことで、楽しそうだったじゃないですか。そうだと思います。これはやらした方がいいみたいな。でじゃあまずはどういうふうに入門されたんですか。その時教えに来てくださってた今は竹本織太夫という名前に、当時はまだ襲名してなかったので、豊竹先ほどよって名乗ってらっしゃったんですけど、現在の竹本織太夫っていう今は兄弟子になるんですけど、当時はまだお若かったので、その兄さんに弟子入りすることはまだできなかったので、兄さんの師匠である今の師匠に入門しました。はい。ありがとうございます。まだまだどんどん聞きたいんですけど、はい、そしたらですね、これから僕も初めて感激した時に結構各種 SNS は概要欄をチェック。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。